こんにちは、宝木美穂です。宝木美穂のようなもの第24回。この番組は私、作家朗読家ライアー奏者の宝木美穂がこれまでの経験体験から気づいたこと、その時々の気になったことやエピソードを語りながら皆さんに元気や癒し、明日へのエネルギーをお届けしていく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。はい、始まりました。新年はもうとっくにね、新年っていう感じじゃなくて七草がゆの季節になってるかなと思うんですけれども、1月7日、私のラジオとしては新年1回目なんですけれども、2024年ですね。年の頭ということで、ちょっとお正月風なライヤーからスタートしてみました。もう皆さんとっくにね、お仕事も始まって、全然お正月ではありませんっていう感じの今日なのでしょうか。ちょっとね、今日録音しておりますのが12月30日でですね、まだ年の瀬の雰囲気もあるんですけども、一気に2024年に私はワープしたような感じがしております。ですね、去年も本当にいろんなことがありました。で、ここ1ヶ月の間はですね、ちょっとその2023年にね、お話ししたかったけどできなかったなと思うこととか、そういったのをこの1月の間は話していこうかななんてちょっと思ったりしてます。で、去年の最後に、12月31日のラジオの時にですね、2023年にあったことということで、こんなことがあったっていう話をしておりました。それは日野にですね、東京の日野市に私は今住んでおりますけれども、日野に戻って、でこう YouTube を始めてということと、それからラジオをこうやって始めたっていうこともお話ししてたんですよね。そして日野でのライブもスタートしたというのと、あと栗原靖子さんとリンカリンというグループをユニットを作って、それでも活動を始めております。でその中でひときわですね、念願が叶ったことがあったという話をしていて、それがですね、私は産業の詩をずっと書いています。それもその自分での縛りを作って書いてるわけですね。これが卵の独り言というものなんですけども、詩ってね、別にいろんな書き方をしてよくて、思ったことをパッて書くっていうのももちろん書くわけですけど、これはもう卵さん、これね、おとぼけ卵さんっていうね、ちょっとおとぼけ系の卵さんが、もともとのコンセプトはね、元気のない人を励まそうと思って、ここは私が殻を脱ぎますよみたいなそんなちょっと大して面白くもなんとないのにちょっと笑ってしまって何を言ってんだろうなと思いますけど、一皮むけますよの話ですよ。私ね、日本語を扱ってる上には日本語ちょっと変なんでね、そこら辺楽しんでいただきたいんですけれども、ちょっと使い方は面白い時あります。使い方面白い時もあるって言ってさ、今ちょっとさ、一つ言ってもいいですか？一つだけ忘れちゃった。去
今日はもしかしたら後半にねそういう話するか、お笑いが大好きなのでするかもしれないんですけども、一個だけ今話さなくていい？後にしようか後にします。はい。そして、卵の独り言を、読むわけなんですけど、読むと言いますか、書いてきたんですね。で、2008年から書き始めまして、で、これに関してのいきさつは、本当詳しい部分は YouTube の他の、ところでも喋っています。で、今簡単に話すと、その当時ちょっといろんなことがあって、自分で私自身が表現をするというのが、ちょっとできにくくなった時期があったんですよね。その時に、何かこう文章でもねブログでも書いて、それで、取り戻していけばみたいなことを友達が言ってくれて、じゃあちょっと書いてみるよって、アメブロだったんですけど書いたのがこの卵の独り言だったんです。で、一番初めのちょっと今手元にあったんで読みますとね、これが2008年3月22日。今日も卵。卵はいつもあなたのそばにいるよ。今日もコロコロ転がっているよ。割れないように転がっていくからね。っていうのが一番初めに書いたものだったんです。で、それをその当時はね、スカイプ、今と違ってスカイプぐらいしか喋る、ネット上で喋るものってなかったんですけれども、スカイプは今もありますかね。スカイプで話しながらちょっと書いてって言われて書いたのがこれだったんです。だから友達が何これ、いや今書いたよ、じゃあこれ書けばっていうところから、こんなんでいいのっていうところから始まって、そこからもう毎日3月22日にもう一個書いてるよ。卵の気持ち。冷たい雨が降る時もあるけど、雨に耳を澄ましてみれば本当は冷たくなかったりしてね。だって忘れてます。3月23日、卵の目覚め。朝起きたら今日も卵だった。当たり前のことだけど、明日も明後日もっていう、こういうね、他でもね多分ね紹介してるんでしょうけども、こういう感じで、毎日のように日記のようにですね書いていったんですね。で、それは表現をもう一度できるようになるために、自分のために書いていったんですけども、自分に対しての言葉でもあったような気がします。で、この卵の独り言という作品が、2008年からあって、今では360編以上あるんですけれども、これをですね私は毎日メルマガで、皆さんに、読者さんにお届けしてるんですね。というのはちょっとそうやってなんていうのかな、朝会社に行く前にね聞いて、そうだよね卵って言いながらね卵さん分かったよって言いながら、ちょっとこう楽に、会社の仕事に就けるんじゃないかっていう私の目論見がありまして、でメルマガを送って、平日の、朝8時ぐらいに送りますと言ってます。で、そうやってやっていくうちに、私もこれはですね一つの形にまとめたいとずっと思ってきたんですね。で、それはどこかでも話してますけども、私の仲良かった友人がもうちょっとうつ病で苦しんでたんですよね。なかなかそれが良くならなくてね、その子がこれ深いよって言ってくれて、もう絵本になったら絶対買うよって言ってくれてたんですよね。で、やっぱりそれはそうなんだと思って、これ届く人がいるんだ、深いって思ってくれるんだって私は思って、いつかこれを届けたいなと思いがずっとあったんです。でもなかなかそれが叶わなくて、それでですね2023年の、6月にですねライブをやった時に、この卵の独り言の朗読を私はライアーとともにさっきみたいにねちょっと読みます。読んで、お客さんに、卵の独り言の詩だけが書いてあって、左側が詩が書いてあって、右側が白いというね一つの四角い CD サイズの本をプレゼント、皆さんに覚えてて思い出してね。で、それすごく喜ばれたんですよね。やっぱり何かこうプレゼント持って帰ると嬉しいじゃないですか。で、それだけではじゃなくて、何か書いてくださいねみたいなこともちろん言って、絵本
完成させてねなんて言ってたら、そこからですね、何度も何度もその話も聞いてる方も多いと思いますけどね、スタンプアーティストのね大野律子さんがスタンプで素敵なね絵本を作って届けてくださったんですね。でそこからスタンプだったらみんなもできるじゃんって思って、でスタンプの面白さは私は知ってたんでね、もう彼女のワークショップ参加したこともあって、そういうのもあってワークショップをやってみようって思いました。でそれが11月の14日に1回目ワークショップやったら、皆さんが本当に幸せそうにやっていて、スタンプを押すのってこんなにストレス発散になるのっていうようなことを言ってくれたわけですよ。でそこからでもスタンプの面白さってなかなか人に伝えられない。やっぱり実際に押してみないと分かんない。でも押してるのを見てても分かるかもしれない。でもね本当はね紙から離れる瞬間の気持ちよさとか、なんていうのかな、そこまで今まで何もなかったところにいきなり印刷物が現れるみたいなものなのよ。でこの面白さってなかなかないので、そうなんだよね。でもそれを伝えたいなと思ったんでね、去年去年の12月の9日ね、今度はちっちゃいワークショップ、1冊だと11編あるんで3時間ぐらいかかっちゃうんですよ。でもそれを1枚だけにしてね、で6編から選べて、どの詩がいいって選べてカードにして、その1枚にしたものを持って帰ってもらう、そういうワークショップをやって、そこの場でハンコをしてスタンプをしてねっていうのをやったら、本当にまた素敵なのができるんですよ。これ何なのかなって思うぐらい、こんな発想があるのって思うぐらいだったんです。そしてその時に一人近づいてきてくださった方が、いや面白そうね、私ね絵を描くんですっておっしゃって買ってってくださったんです。でも詩も書くんですっていうか、じゃあぜひ詩もお願いしますって言って、私は年末にお会いしてきました。で可愛らしいね、お顔がねよく描かれる方で、お顔が書いてあって、そしてそのかけがえなさ、そうだね、ちょっとここで読みたいぐらいだなと思ったんですけど、その素敵なね絵だけじゃなくてね、そこにね私のそのあれを見て、文字を見てね、そこに合わせてねちょっと私より先輩の方なんでね、先輩の方が何を思ってるかってやっぱ面白いじゃないですか。例えばね、私がコロコロ卵っていうのがあります。ただ心のままにコロコロと転がっていくんだっていうのには笑顔の顔が書いてあって、自分が楽に息できるところ探しに行こうって書いてあるんです。これを11編作ってくださってね。でその中にはね卵のひびっていうのもあったんです。たまには割れたっていいさ、また必ず丸くなるからねっていうのに、左手のギュッて握ってる絵と、日々の思い出は未来の大きな力の一つになるんだからって書いてあるんですよ。でこれが何がすごいってね、私は左手を大怪我してて、そこに書いてある絵が本当に左手がギュッて握って人差し指の方から見てる形なんです。親指がギュッてあって、この手になるために私はリハビリを頑張ったんです。これが全く握れなくなってたんでね、そのために手術もして指をまっすぐにしたんですよ。だから何これって思って、何私を知ってるんですかみたいな、そういうね楽しい時間を過ごさせていただきました。でこれを今年どのような形で花開かせるかはちょっとね本当に実は頭を悩ましてます。まだ全然わかりませんが、今度ですね1月の29日に月曜日に2回目のスタンプのワークショップを開催します。でこちらではスタンプで、もう書くのはちょっとできないかもしれないっていう方だったらば、というかスタンプを押してみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加していただきたい。で特に難しいんですよ、月曜日だから分かってるんですけれども、男性の方に参加していただきたいと思います。でそのうちですね、祝日がある時いつになるか分かりませんが、その時にはお休みの日にも開催したいと思います。これはね、なんとか堂さん、絵本ショップのなんとか堂さん、南と、中華の課に
堂って書くね、なんとか堂さんでの開催をやっぱりこれは基本にしたいんです。なぜならば絵本に囲まれて作るから絵本ができるっていうのがすごく分かったので、色がいっぱいある中でね、なのでそこは、なんとか堂さんで1月29日に、朝の部と午前の部と午後の部という形でやりますので、リンク貼っときますので見て、ぜひ参加していただきたいです。で、そして実はですね、去年の12月の25日から今までですね、先ほど言った通りこの卵の独り言という本はライブに来た方にプレゼントという形で始めました。でもそうやって広がりが見えてきたので、これはライブに来た方ってなるとね、遠くに住んでいる方とかにはもう渡せないことになってしまうんだよなと思いましたので、皆さんにもの手にも渡って書いてみたいって思う方がいらっしゃったら書いていただけたらって思ったんです。で、販売を始めました。ネット販売をね。そして現在メルマガ読者さんに限り送料を無料にしてるんですね。で、この終わりを一応14日までぐらいに15日だな、8日まで、明日までだったんだけど、ちょっとねギリギリすぎるんでこの告知が遅れちゃったんで、15日までに申し込んでくださった方はどこでも送料無料にいたしますので、ぜひとも気になったって方はメルマガに登録して、そして申し込んでいただけたらなと思います。無料ですからね、メルマガもね。メルマガは毎日卵が届く。で、これは360編あるんで、本に書いてあるもの以外のものがたくさんありますので、でもやっぱりね、一番初めにね、ワークショップに来てくれた方は毎日卵の詩を読んでいて馴染みのある方がまず初めに来てくださいました。やっぱり詩だって思って思いを馳せながら作ってくださったところがあったんですね。そしてですね、今日はこれから、卵のその 2冊の本のライアーと朗読をね、ライアーで語っていこうかなって思ってます。というのはもともとは音で聞いてもらって、音でも感じて、その私の感覚を文字だけでなくて音でも感じてもらって、絵を描いたり詩を描いたりするというものなので、できる限り音を聞いていただきたいんですね。で、その本の後ろに QR コードで載せて音源をつけておく予定なんですが、ここのラジオでも聞いていただこうと思ってます。ではこれから読んでいこうと思うんですが、卵の独り言って実は2冊あるんですね。なので1冊目から読んでいきます。卵の独り言。卵の真ん中。卵の真ん中には君があるってこと。どんな時でも忘れないで。コロコロ卵。ただ心のままにコロコロと転がっていくんだ。卵のひび、たまには割れたっていいさ。また必ず丸くなるからね。卵の自立。自分自身で立つ、そんな卵になるんだ。卵の重さ。少し浮かんでいるくらいでちょうどいい。卵の孤独。君の孤独は君のかけがえなさだよ。卵の海苔。
今日は卵マラカスになってフィーバーした。卵の美しさ、何かを美しいと感じたなら、その美しさは本当は君の中にあるんだ。卵の味のある卵になりたい。卵の誕生、生まれ変わる必要なんてないんだ。だって君はもう生まれてるんだから。卵の輝き、いつか輝くのではなくて、今ここで輝くということ。はい、1本目聞いていただきました。これはまず代表でもないんですけどね、卵のまず1冊作ってみた時の、詩です。で2冊目なんですが、これは卵の独り言始まりって言いまして、何かを始めようとしている方の背中を押すようなそういう、本です。なのでどちらをね欲しいかなっていうのも考えながら聞いていただけたらなと思います。はい、どっちにしようかね。こちらでいきましょう。はい。卵の独り言始まり。卵の人生、君は何に生きる卵？ワクワク卵。ワクワクで君が膨らんだらひよこが生まれるんだよ。片ゆで卵。こらこら、早くしないと片ゆで卵になっちゃうよ。卵の決心。君がここに立つと決めたこと、どれだけ僕が嬉しいか見せてあげたいよ。頑張りすぎの卵。ほら、気がつくと頑張りすぎる君がいる。卵の視線。横目でちらっと隣の人を覗き込むこともある。卵の戸惑い。大丈夫大丈夫、間違いなんてどこにもないんだから。転がる卵。転がり落ちたら登っていけばいいんだよ。卵のチャンス。ほら、よく見てみて。世界はチャンスで満たされている。流れの中の卵。君はいつでも流れの中にいる。ただ気づきさえすればいいんだよ。
卵の目線。もう一度言うよ。前だけを見つめていていいんだってことを。ありがとうございました。聞いていただきました。自分で拍手。いや、今ね、1本目撮った時思いませんでした？ちょっと1回やって1回止まったんですよ。でもそれカットしちゃってると思うんですけど、これってね、ライアーって本当に即興演奏なんです。で、いいなこのフレーズってやっぱり弾きながら思う時があって、でもう一回やろうとする時にそれをね追っかけようとする時があるの。同じでそれって本当におかしなことになってくんですよ。それで一回ねちょっともう一回やるねって言ったんですけれども、本当にその時私がすごくここの宝木美穂のようなものというタイトルになぜしてるのかっていうところですよね。要するに一瞬一瞬私たちは変わっていってますって話をしたいわけですね。なので卵の人生、君は何に生きる卵って聞く時もあればね、そうじゃない時もあればっていうね、本当にその時その時のパッションというか、その時その時の感情っていうのを大切にしたいと思っているので、それには本当にライアーという楽器は最適だなと、その時その時の気持ちを乗せられる楽器でもあります。なのでライアーをねやりたいって人も私のところにね声かけていただけたらばおつなぎすることもできますので、どうぞと思っています。そういえばね、告知のところでも話しますけども、ライアーのヒーリングのイベントももしかしたら入ってきそうな、1月の終わり2月の頭にっていうのもありますので、皆さん私から目を離さないでくださいね。いろいろ面白いことやっていくと思います。はい。ライアーの面白さはまたいずれ話していきますけど、3本ずつ同じ音が並んでるんですね、弦がね。そのことによって1本の弦しか弾いてなくても他の弦も揺れていく。そして倍音って言って音が何層にもなっていくっていう、そういう仕組みになっています。で1本押しても遠いところの弦も実は鳴ってたりとかするっていうね。なので一つの音が一つではなくて何層にもなるので余計になんていうか心に響くっていう気がします。はい、今弾いててすごくそれを感じていました。で今日は1月の7日です。だから今年はねこんなことしていきたいっていうことを皆さんからもメールを募集したいなと思います。なのでぜひね懸命に今年の抱負みたいなことを書いて、送っていただけたらと思います。でそれとまだ1月の7日なのでちょっとだけこちらの話もしていこうかなと思って、私はとにかくお笑いが好きだということをね、公言していてですね、12月の最後の2本っていうのは本当にお笑いの話ばっかりしてしまいました。というのも、もう本当に劇場にまで足を運ぶほど好きになったきっかけになった漫才師の和牛さんがね解散してしまって、その話をしたからだったんですけれども、そのさなか和牛さんがね、世に出たきっかけになったのが M1 グランプリって漫才の、頂点を今年一番面白い漫才師を決めようというような大会がですねいつも12月にあるんですね。でその年によってねいつあるのかっていうのも全然違ってて、12月の頭にある時もあれば12月の終わり半ばだったりいろいろなんですよ。で去年は12月の24日の日曜日にあったのクリスマスイブだったんですよね。でいろんなことがこのラジオ聞いてる方は M1 って言っても知らないし興味もないって方もねいるかもしれないんですけども、本当に、漫才って本当日本の文化なんですよね。これ他になかなかなくてですね。でもともと当然、大阪の吉本から始まったと言っても過言ではないのかな。
ボケがいてツッコミがいて、で本当に関西に行くとその日常会話の中で誰かがボケて誰かが突っ込んではちゃんちゃんって終わるっていう会話の方式っていうのが結構あるわけですよね。でも東京なんかにいたりするとそういうこともなくて、ボケたなーとふーんって言って別にそれはそれで成り立つんですけど、なのでしっかりとしたボケツッコミっていうのがないパターンもあるんですけども、なので関西の漫才師だったり東京の漫才師だったりもっと他の地方というかね、他のそれこそ東北だったりっていうので少しずつ色が違ったりね、で漫才っていうのもすごくこう地域柄が出るようなものだなって思うんですね。でもこうやって私もこうやって喋ってますけれども、前も言ってましたがお笑い芸人さんっていうのはね本当に一番すぐにバレるというか、実力が笑ってくれなければもうダメというかね、終わりというか、そういう世界なのでできてるかできてないかが分かりやすいわけですよ。でもお芝居とかだったら泣いてる泣いてないとかだと泣かせる芝居だけじゃないですけども、そのうまくいったかいってないかって微妙ですよね。でも笑いは本当に笑い声が聞こえるか聞こえないか、心の中で笑ってるっていう笑いもあるかもしれませんけど、そういうのがあるので実力者たちがすごいわけです。で今年も M1 はですね8540人、これ組なのよ。そうだね、組だよね。8240組8540組だよね。2人組でも3人組でももっと多くても、漫才はいいんですけどもが参加したわけです。ちょっと前までは5000台だったからね。だから急激に漫才をやる人が増えているんだと思います。で私ラジオで話したかもしれないんだけど、一回漫才をやったことがあるって言ってたでしょ。で今年って去年か一本漫才を書いたりとかしてて、でそれを一人で読むっていうのをやってるんですけどこれをちょっと披露することはおそらくないとは思うんですけれども、だから本当にやってみたいっていう人がいたら、私も記念受験みたいな感じで M1 出てみたい気はあるんだよね今でもね。どうですか、こんなおしゃれな私と一緒に組んでくれる方いませんかね。どっちができるんだろうな、ボケで大体私ができるのは突っ込んでるんだけどボケてる人っていうのが多分得意かもしれないですそんな風にね最近の漫才っていうのはボケとツッコミがはっきり分かれて、なんでやねんっていう突っ込んでくるような漫才もあるんですけれども、よく分からない両方ともボケ続けてる、誰もツッコミがいないよみたいなで両方ともで突っ込んでるとか、そうですね客席に向かって突っ込むマシンガンズとかね、そういうような風にいろんなパターンが出てきたりとか、あとは私がさっきちょっと言い忘れちゃったんですけど、言い間違いをちょっと直しとかなきゃと思ったのがマジカルラブリーさんね。でマジカルラブリーさんは、私31日の時かな、どっちか忘れましたけどマジカルラブリーさんがM1 で優勝してるんですね。でその優勝してるマジラブさんの、優勝した時のネタがつり革に捕まりたくないよって言って始まるネタだったんです。で電車のつり革にどんなに揺れていても捕まらないで立ってたいって言って、すんごい電車が揺れていって最後はもうおしっことかかけまくっちゃうみたいなね、だったっけ、そんなようなすんごい大変なそういうネタだったんですけど、それを私はなんだっけな、つり革に捕まって立ってたいよって言ったんだよね。だから何を言ってんの、綺麗にちゃんとついつまが合うこと言ってんだけど、つり革に捕まって立ってたいって普通のことじゃんっていう、だから私は突っ込んでるつもりでボケてるっていうタイプのものがあるかもしれませんけれども、こういったですねちょっとイレギュラーなんじゃないか、今までだったらイレギュラーなんこのマジカルラブリーさんのネタっていうのは2020年に優勝したんですけども、このネタはちょっと物議を醸し出しましてですね、というのは、野田クリスタルさんが、クリスタルでいいんだよね、これさクリステルって言いそうになるんだよね見てるとクリスタルなのにね。でずっと一人で動いてるところに村上さんっていうね、本当は鈴木って名前の村上さんがずっと何だから危ないから捕まってあーとかってずっと横で言ってって、なんでこんなに揺れてんのとかって言ってるツッコミを遠くから言ってるだけっていう、これって何なのっていうね、漫才なのどうなのっていう、そういう物議を醸し出したものだったんです。でただ私の意見ちょっと言っていいですかね、漫才についての。私ねコント
っていうもの以外は全部漫才だと実は思ってて、漫才の中にはこう三八マイクって言ってね、マイクが真ん中に立って四角いっていうか、マイクがこれがみんなが憧れの一本真ん中にドンってあって、それがあってそこの横に立って話していくってものなんですけど、なんていうのかな、素の自分で始まってコントに入ってもまたそこに戻ってきたりするとかなら全部漫才なんじゃないかって実は思っちゃうんですよね。コントってやっぱりそれがないじゃない。でも佐久間一行さんって私コントのR1 で優勝して大好きな芸人さんなんですけど、それはコントでだと初めから喋れないからって、コントが始まる前に一言始まりますねとか言ってから始めるっていう感じの方もいるんですけども、それで、漫才は全てがありだと思ってて、でランジャタイっていう私のまた大好きな芸人さんなんかはもっとぐちゃぐちゃになってってるし、本当にいろんな漫才が出てきていて、ここがね日本らしさというか、始まりの基礎はあってもそこから基礎からどんどん崩れていけるところが、でもなんか皆さん新しいものってやっぱり求めていくので、どうしてもいろんなものが出てくるわけですけれども、そういう新しいものを求めようとするところが発展させていくことだと思うんです。で M1 の話をちょろっとだけしますけども、 M1 に関しては令和ロマンさんっていうねコンビが優勝しました。で令和ロマンはね、私ね何年か前の敗者すごい面白いっていうのはもう噂だったから、ずっと前からね噂だったんで、佐久間さんの「ゴッドタン」では、2019年のね「この若手知ってるか」ってところでも令和ロマン出てて、で1位が加賀屋で2位が令和ロマンで3位が空気階段だったんだって。すごくない？もう佐久間さんすごいなと思うんだけど、でも若手が選んだ天才だと思う芸人だったんだって。だからもう若手の人たちってみんな芸人の若手がね分かってんだなっていうことなんですけど、とにかくすごいって言われてて、で彼らっていうのは実は大学のお笑いサークルなんですよ。だから何年だっけ、5年か6年ぐらいしか結成してから経ってないとはいえ、その前に実はもうしっかりやってるんで9年ぐらいの芸歴があるんだよね。そこが、でマジラブだったかな、誰かがラジオで、とにかく M1 の終わった後はいろんなラジオとかでいろんな芸人さんが喋るので私もよく聞くんですけども、本当にお笑いサークルってやっぱり私は演劇サークルにいたのでとってもわかるんですけど、たっぷり時間があるんですよ大学生の時ってね。勉強もするんだけども、で いくらでもネタとか作れるわけですよ。でそういう時にどうしても NSC のようなね、その NSC っていうのは吉本の養成所の学校ですけども、笑いのねとこだとみんなもう芸人になるって決めてるんでね、敵なわけよね。で敵の中でライバルの中でライバルにちゃんとアドバイスなんかするっていう形できないじゃない。でも学生でどうなるか分かんないって中のサークルだからね、みんなでねなんていうの、ここがこうした方がいいんじゃないかっていうのをやりながら自分に合うお笑いとか自分の好きなお笑いを見つける時間がたっぷりあるんだって。だからこれからはそうだ、大吉さんが言ってたのかもしれない。大吉さんがねM1 の終わった後にポッドキャストで聞けますのでね、博多大吉さんが審査員だったんですけど、ポッドキャストってところで検索すると、一旦ここにいますってラジオが出てくるんですが、それで M1 の後に必ず審査員としてのどうやって点数をつけたか全部細かく言ってるんですね。その中で言ってました。その養成所じゃなくてこう安倍博さんじゃないけどなんだっけな、お笑いやりたいんだったら大学に行けの時代だという話をしてたとこだったですよね。でも本当にそれぐらい私が今大学生だったらお笑いサークル入ってるだろうなって思っちゃう。楽しいでしょうね、コント作ったりするのね。お芝居も、シチュエーションコメディが出てくるギリギリの頃に私はいて、三谷幸喜さんの劇団の方が一緒にいるようなとこにいたので、三谷さんの劇団が売れる直前だったんですね。だったんでああいうシチュエーションでのコメディっていうのをやり始めて、私はギャグ担当をやっぱりやってたんで、お笑い担当をね。
すごくあの頃からやりたかったんだと思います。マリリン・モンキーっていうね、変なお猿のマリリン・モンローみたいな探偵とかやってましたね。そういうとかやってたね。なんかヒゲとかね、段ボールでヒゲ描いてね、森の中、木を隠すなら森の中、いやなんだっけ、何かを隠すなら水の中、公園で隠れるなら掃除のおじちゃんみたいなことを言いながら、そ台本にあるんですけど、そうやって掃除のおじちゃんに隠れて、でよってすぐに声かけられちゃって、あ、なんで分かったのみたいな、そんな変な、やっぱりコントだったかもしれませんけど、お芝居の中でやってた時がありました。はい。そして M1 のことはそれぐらいなんですが、私は実はヤーレンズが好きでした。本当にヤーレンズが、これもね3年4年ぐらい前、私は全然、あれですけど、多分ね敗者復活戦か何かで見て、何この人たち面白くないって思ってたんですね。でなので面白かったと思うのと、そうヤーレンズが面白いと思うのと、あとさやかはよくやったなと思って見てました。で大吉先生はね、さやかのことに対してね、本当ああいう風にやりたくなる、よくやったってあいう気持ちと、それでも目の前の人を笑わせるということを、やっぱ漫才師っていうのはそういうなりわいだと思うって言っていて、そうだよねと思って、その気持ちもありながら、みんなが8540組の人たちが頂点を目指している、その目指したかった3組に残った時に、このネタがやりたいっていうのを芸人の気持ちとして落とせなかったさやかっていうコンビは面白いと思います。で私はさやかでは新山さんがもともとねボケだったんだよね。で新山さんのボケた顔って私すごい好きで、もともと大好きなんで、だから実は新山さんのボケのネタって大好きなのね。だからああいうネタが大好きではあるんだけど、ほぼの人がついてこないだろうなっていうね、その本当になんていうのかな、賞レースでやるネタじゃないっていうのはもう勝とうとしてないんだよっていうのは、こんな急ぎで喋っちゃっていいのか分かんないんですけども、思ったけど、すごいやっぱり好きだし、今でも好きだしっていうか、で1本目も好きだったけど、あれで勝ってっちゃったらなんかあまりにも王道の、漫才師になっちゃった感じがして、であそこでああいうことをやっちゃったりね、前に唐揚げのネタか何かを敗者復活戦でやって、あれもうわってみたいのやった時があって、上がる気ないんかみたいなのやってんだけど、めちゃくちゃ面白かったんですよ。でそういう芸人さんなんだっていうのがすごい愛おしく感じます。はい。で M1 はヤーレンズのこと全然喋らないで終わっちゃいますけど、またいつか見に行きたいなと思う方と、あと最後に言うとともこさんが、海原ともこさんが、審査員やってくれて、もう私はそれでテンション爆上がりでした。今本当に見たくて、もうずっと前からね、いつ見れるかなと思って、 NGK ほとんど関西でしかやらないんで NGK 行く時に出番ないかなと思っていつもチェックして、なかなかタイミングが合わなくて、中田カオスボタンさんもそうだったの。もう絶対見れる、この日見れると思った時からね、実はね病気になられて戻ってこられてないんですけどね。なので本当にすごい漫才師だったし、もう審査員の言葉も漫才への愛だけで審査しますっていうのがもう本当に感動しました。サウルさんなんかあります？今年はちゃんと今見たんですよね。見ます。がっつり見ました。がっつり見たんだよね。長くなっちゃってるからやばいよね。これぐらいかな。なんかありました？気に入ったの何かあった？ヤーレンズは面白かった。あ、ねえ、ちょっとすごいよね。すごかった。いやでも最初の令和ロマンがやっぱドンときたので、やっぱり。そう。自分の心奪われました。面白そうだね。やっぱりもう誰もが言ってるけど、令和ロマンは4本ネタを用意しててね、最後までね。でこういうことってないんですよ。分かんない方いるかもしれないですけど、 M1 で出せるネタって2本作るのがやっとってみんなが言ってる中ね、その勝負ネタを4本作って、それでもう提出してたってわけでしょ。提出しなきゃいけないらしくてね、でどれかやりますからってことで1本目だったからあれだったっていう流れなんだけども、でもやっぱり勝つ方法を分かってて、でも彼らがそうなんですよ。皆さん見てない人ねいたら、どこかで配信でねM1 グランプリ見てもらえたらと思うんですが、1本目だった一番初めの、コンビだったんですよね。で一番初めって本当に優勝しにくくて、どうしても
なんていうのかな、例えば100点満点で95点をそこにつけちゃったら、あと9組残ってるんで1点ずつ変えてったら、満点になってっちゃうんで高くつけにくいんですよね。でも絶対面白かったから耐えきれずに94点とかみんなつけててね。で松本さんが90点をつけてね、でなかなか令和ロマンより面白いか面白くないかでつけるしかなくなってっちゃうっていうね。普通だったらば94とかなんだけど、令和ロマンよりも面白くなければ89になっちゃうって、そういう付け方になったんで全体下がっちゃってね。だからその全体下がったことで面白くない大会なんじゃないかっていう風にね、令和ロマンの煙さんが言って、来年モデルで車さんかが言って来年モデル出ないとかっていう話になってましたね。はい。まあ M1 の話何もないと思ったけど、これぐらいいっぱい喋ったいっぱい喋ったね。まあということでまた今年も私はお笑いを楽しく見ていきたいなと思います。エンディングです。はい、今の告知ですけれども、毎月第2木曜日の午後朗読ワークショップなんですが、今月は、3週目の1月18日木曜日1時から6時半までの開催にさせていただきます。まずそれと、で今週ですね、1月10日、私はリンカリンという、グループをユニットをやっておりますが、こちらでですね、江東区の大島のメイカセブンというパン屋さんで、6時半から夜の18時半から19時30分まで、ワンプレート付きパンとサラダとちょっとした食べ物っていうワンプレート付きのライブをやります。これは辰年なので、夏目漱石の夢十夜の第3夜を読む予定です。これでピンとくる方はすごいんですけど、第3夜は辰年の話なんですね。でこれをね、やすこさんのね、低い声でね、私と一緒に読んでどうなるのかっていうのが今から楽しみでありますので、ぜひともこちらよかったらいらしてください。貼っておきますね。それから、1月の29日月曜日が卵の独り言のスタンプのワークショップです。これは10時からと2時からっていうのがありますので、そちらもよかったら。そして3月2日クレアでの、リンカリンの2回目のライブをやります。こちらも、リンクと詳細は下の方に置いておきますので見てください。その他宝木美穂の最新情報は YouTube、Facebook などの各種 SNS、メルマガ等でお知らせしていきます。この番組では皆様からの感想、トークテーマのリクエスト、お悩み相談、あなたの面白いエピソードなどメッセージをお待ちしております。コーナーは今、私苦手なんですというコーナーと、それから私のおっちょこちょい自慢というコーナーをやっております。コメント欄への書き込みや説明欄に記載のメールアドレスまで送ってください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は宝木美穂でした。さよなら。